成功ももちろん望んでるけど、失敗も望んでますと。もちろん一生懸命やった失敗でしょ。そしたらそこからまたそれ学ばなきゃって思う。って考えると緊張しなくないですか？はい、こんにちは。こんにちは。緊張する人、しない人。緊張しない人、緊張する人。緊張しないわけではないんですよ。緊張しない、自分がしてるのはこれ緊張なのってちょっとよくわかんないですよ。緊張って何なの？ドキドキ。ドキドキは緊張ってことなの？あとね、緊張してる時ってね、体がこわばるんですよ。動かない感じ。体も頭も心も動いてない感じがする。緊張してる人ってのは緊張したくないわけでしょ？はい、そうです。緊張したくないものが緊張ね。あ、そうですね。例えばなんかやろうと思った時に、ミスらないようにしようとか、ちょっといつもより念入りに確認しようとか、これ緊張なの？だってなんか例えば今日テストを受けに行きます。行く前にもう一回ちょっと持ち物をちゃんとチェックしようとか。これ緊張？その時なんかこわばる感じがする。例えばじゃあ、この前、スペイン語2級のテストを受けました。その時に、駅上がろうとしたら、足がこわばって階段もつれて転げ落ちました。そういうことがありますか？そういうことですか？それに近いか。あとは、席に着いた時に、いつもだったら読んでいけるのに、もう読めない。緊張しちゃって、頭が固まってしまった。大学の時に、スカッシュの大会があったのね。試合始まると、すぐに足が動かなくなって。で、その時自分はそれを緊張だと思ってたの。でも、後で気づいたら、それは多分ウォームアップ不足。やっぱり大会の時ってしばらく動いてから試合とか入れないから、だから人によっては1回30分ぐらい別のスポーツクラブ打ってからここまで来てとかやってる。だからそれ分かってる人はそれでできてたんだけど、自分はその時緊張してると思ったけど、後で思ったらそれ緊張じゃなかった。あと、大学受験の時、英語を読んでると、英語の受験の時、英語を読んでると、この1行読んだ時の次の行に行く時にずれちゃう。あれもただ体調が悪いだけだなと。自分今でもたまに調子が悪いと本読んでる時、この行の変化がうまくいかない時。でもそうすると緊張って何なのみたいな。みんなが言ってる緊張って何なんだろうと思ってるんですよ。で、確かに、ダンスの大会とか出ると、初めて組んだパートナーと行くと、全然こいつ今日動いてないな、みたいな時があるんですよ。それです、それ。通常以下になってるみたいな感じです。なるほど、それが緊張ね。で、その時の本人にしてみると、本当に頭と体と心がパキーンってこう固まっちゃって、はみたいな感じ。もう言葉も出ない。なんで緊張するの？緊張しなきゃいいじゃんって話なんですけど。プレッシャーなんですけど、そのプレッシャーもわかんないですよね。わかんねえな。プレッシャー、プレッシャーよく言いますよね。だから自分の、いつものやつが出せるかなとか、練習不足だったんじゃないかなとか、不安、心配、恐怖。で、自分がダンスのパートナーとか緊張してる時に言うのは、昨日までの練習でもう今日の結果は決まってるから、今日何やっても無駄だから、今日はただ楽しめと。要するに今日あんたがどうこうじゃない。もう昨日までの練習で今日の成功確率が、例えば 60% とか 80% とか決まってるから、今日失敗したら、それは今日の行いのせいではなくて、昨日までの自分たちの練習量が足りなかったんだって思えば、緊張しないじゃんって言ったんですけど、それ全然聞かないですか？全然聞かないと思います。逆効果までは言わないんですけど、すごいただの正論でしかないっていうか。あともう一個は、実力がないのにうまくいって次のステップに行くよりも、今次のステップに行けないで実力がないことを知る方がいいじゃん。これはどうですか？女子だからね、ダンスのパートナーってね、そういうことは聞きたいわけじゃないかな。で、なんか最近思ったんだけど、ちょうど今本読んでるチャッターっていう本があるんですね。で、チャッターっていうのは、この心の中の、このネガティブな心にどんどんこう入っていくみたいなのが、チャッターっていう言ってて、そのチャッターの話なんですけど、それ見て分かったのは、自分はすごい客観視するのが得意なんですよ。あ、そうです。もう本当にそれはそう。で、だからこういう人間って本当にそういう緊張とかそういうネガティブな思考に巻き込まれない一方で、嬉しいことも本気で喜べないみたいな。
要するに嬉しいのも外から見ちゃう。だから褒められても多分あんまり喜んでない。なんで？ただ一人の人間の一評価でしかないみたいな考え方をすぐしてしまう。だから悪いこと言われてもそうなんだよね。そうそうそう。だからもう本当にやっぱり人生は使い分けだと。うん、喜ぶときは思いっきり自分の中に入り込んだ方が喜べるし、逆に緊張しそうだったりとか、自分がすごい主観的な考えに凝り固まっているときは、自分から距離を置いて客観的に自分を見るのがいい。なので、緊張してる人にアドバイスをするんだったら、自分から距離を置け。ああ、いいですね。で、その本に書いてありました。自分から距離を置く。まあ、距離を置くのは分かった。で、具体的に何をする。俺はどうしたいではなくて、この時、彼はどうしたいんだ。多分、リサちゃんが自分のことをこの時、ああ、私困ったではなくて、この時、リサはどうするのが理想なんだろう。というふうに、第三者を観察しているつもりで、自分の状況を分析する。どうですか？これでいきますか？割と自分はもう常にこんな感じ。自分に対して。だけど、俯瞰してみて、で私緊張する時って、インストラクターの仕事する時とか、みんなに注目されて、それでレッスン進めていくっていう時に、あ、次何やるんだっけみたいなことでこう固まっちゃったりするんですよ。でって思った瞬間にもう思考能力がなくなって、みんなが見てる、みんなが困ってる、どうしようって思うと、俯瞰で見たら、その理想的なインストラクターは自分で持ってるからいけるじゃないですか、その言葉は。でもそこに始まっちゃってると、もうなんかシュッシュポッポシュッシュポッポなっちゃって頭から、そこなかなか難しいんですか？何緊張する人って始まっても緊張してんの？なんか直前に緊張するのかなと思って。緊張する人って多分ずっと緊張してます。それは困ったね。あとはなんかその本にあったのはタイムトラベル。5年後今を振り返った時にどういう行動をしていたらよかったと思うだろうか。まあこれも自分の距離と置くのと同じですね。自分から離れるか、現在から離れるか。でも俯瞰できないほど心と体と頭が固まってしまってるのに、そこに到達できるかな。まああともう一つは、その本では、if の念、要するに壮大な自然とか、そういうものに出会う機会が多いほど、自分を客観視しやすくなると。要するに、if って if じゃないですよ。例えば IF じゃない。IF じゃないですよ。恐れと恐怖の風。漢字ね。だからもう壮大な自然とかと出会ったりすると、これもちょっと怖い系はダメなんだって。要するに。例えば竜巻がバーってきて、おーみたいな、こう恐怖がちょっと入ってると、これは良くない。でも壮大な景色とか、壮大な自然とか、そういうのに出会うと客観視しやすくなる。それはあるよね。やっぱりこんな自分がちっちゃくなるからね。自分のやってることがなんて小さなことなんだみたいなことを思いやすい。それはいいと思う。いいですか？もうはってパートナーがなってたら、旅行今まででさ一番すっごいなこの景色って思ったのどこを聞いてあげる。それを思い出してみて。自分ちっぽけじゃないみたいな。なんかもう聞いてるこっちがなんかこのこそばゆくなってくる。でもいや周りがどうこう言うんじゃない。本人がそれをどうにかしてくださいって話ですよ。緊張する人ってのは最悪を考えてほしいんだけど、その状態で最悪の状態でどういう状態？例えば今のインストラクターの話も最悪の状態ってどういうこと？もうこんなレッスンつまらないからみんなやめちゃう。それ別にそんな大した問題じゃなくないですかって話ですよ。もう一回レッスンできるし、全然そこからまた新しく学んで、じゃあどういうレッスンにしようか、できばいいかって、明日からまた自分の上達のためにやることいっぱい出てきて、楽しいことばっかりじゃん。そこで最悪の状態になったって。そうですね。確かに。失うものなんてない。逆に失敗したってプラスしかないじゃんみたいな考えですよね。そう。もちろん成功したら、成功した。だけど、成功してると何も学ぶものないよ。みたいな、この半分ぐらいはもう失敗も望んでるんですよ。ここが良くなかったな、あそこが良くなかったなっていうのを思い返したいと。成功ももちろん望んでるけど、失敗も望んでますと。もちろん一生懸命やった失敗ですよ。そしたらそこからまたそれ学ばなきゃって思う。って考えると緊張しなくないですか？
どう転んでも自分の望んでる世界じゃないうん。って考えると、どうですか？緊張しなくないですか？少しね、楽になりますね。いや、だからそれはもう日々のマインドセットの問題です。じゃあ嬉しいって思ってることないってこと？いや、だから別に嬉しくない嬉しいはありますよ。でも多分、本当にこの、常に自分にこう、埋没してっちゃうような人とね、やっぱりそういう人に比べると、本当に嬉しい時も、ただその喜びのレベルがそこまで大きくないのかなとは思いますね。というわけで、何かヒントになったなら幸いです。はい、皆さんからのご意見、ご質問をお待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイババイバーイ。イ。サムネ撮るの？あ、サムネだ。緊張。あ、これはどうするこうやって。チュンってこうですか。はい。はい。じゃあこのところですか。はい。ありがとうございます。